祐介が社会人だなんて早いわね。感慨深げにつぶやく母に、行ってきます。と告げて家を出る。今日は入社式。ここから俺の社会人としての人生がスタートする。家から駅まで歩いていく。内定式は会社の会議室で行われたが、今日の入社式は大きな会場を借りて行われる。どれだけの規模になるのだろうと考えるだけで緊張で体がこわばった。改札を抜けてホームへ向かおうとすると、地面にうずくまっている女性がいた。一番混雑している時間は過ぎているとはいえ、まだ駅には多くの人が歩いている。にもかかわらず、誰も女性を助けようとしない。俺は改札を通るとすぐに女性に声をかけた。大丈夫ですか？女性が消え入りそうな声で答えながら、俺の腕をギュッと握る。お腹、痛い。赤ちゃん。言われてお腹を見ると、かなり膨らんでいる。もしかして臨月なのだろうか。さらに視線を下に向けて息が止まった。地面に赤黒い液体が滴っていたのだ。これはまずい。すぐに救急車を呼びますから。スマホを手にし、119を押す。俺たちの様子に気づいて人だかりができ、駅員が駆けつけた。大丈夫ですか？彼女が妊婦で、どうやら出血があったようだと駅員に報告する。ここは人通りが多いため、数人で妊婦を駅員室へと運んでベッドに横たわらせる。ちらっと腕時計を見た。救急車が来るまでここにいて、それから電車に乗れば十分間に合う。妊婦は汗をかき、呼吸を乱して苦しそうだ。すみません。彼女に呼ばれて近寄ると、スマホを渡された。夫に連絡を。いや、それは。と思ったが、彼女は電話できる状況じゃない。それに旦那さんは妻がこんな状況になっているなど知る由もないだろうし、早く知らせるべきだろう。俺はうなずくと画面に出ていた番号に電話をかけた。もしもし、私赤井祐介というものですが。そこまで言って妊婦の名前を知らないことに気づいた。白鳥ひなのです。彼女に視線を向けると小さな声が返ってくる。白鳥ひなのさんのご主人ですか？実は市役所前駅の改札で白鳥さんが倒れているのを発見して救急車を呼んだところでして。電話の向こうで不審がっていた空気が変化していく。旦那さんの職場はここから離れているそうで、今から行っても救急車の到着には間に合わない。搬送先の病院が分かり次第すぐに向かうとのことだった。救急車のサイレン音が近づいてくる。後ほど連絡すると言って電話を切った。到着した救急隊員が妊婦の意識レベルや状態を確認する。通報者はどなたですか？救急隊員の声に自分だと答えると、倒れた時の状況を詳しく知りたいので、できれば病院へ同行をお願いしたいのですが。言われて困惑する。彼女は先ほど会ったばかりの他人で、俺はたまたま通報しただけだ。正直言って病院に同行する義理はない。流れで旦那さんに後ほど連絡するとは言ったものの、連絡は病院がしてくれるだろう。申し訳ないんですが、今日は会社の入社式でして。しかも今日は大切な入社式。遅れるわけにはいかない。その時、赤ちゃん。私の赤ちゃん。助けて。白鳥さんが上ごとのように繰り返しつぶやいている。悲痛な声に胸がぎゅっと締め付けられた。俺は意を決した。病院に同行します。けたたましいサイレン音が鳴り響く中、俺は白鳥さんを励まし続けた。お腹の赤ちゃんも頑張ってますよ。
どうか頑張ってください。病院に到着すると、白鳥さんはストレッチャーに乗せられ、そのまま手術室へと運ばれた。預かったままのスマホで旦那さんに病院の場所を連絡する。話し終えて時計を見ると、入社式が始まる5分前。どう考えても間に合わない。俺は自分のスマホを取り出し、会場での連絡先がわからないため会社に電話した。名前と今日入社式に参加する新入社員であることを告げ、今朝起きたことを説明する。大変申し訳ありませんでした。これからすぐに入社式に向かいますので。歩いていた看護師さんに白鳥さんのスマホを返してもらうようお願いし、タクシーに乗り込んだ。会場となっているホテルに到着。やばい。開始からもう1時間半も過ぎている。KND テクノロジー入社式と看板が掲げられた宴会場の扉に向かおうとすると、後ろから呼びかけられた。君は何をしているんだ？ビクッと肩を震わせて振り返る。うちの社員だろうか。スーツを着た中年の男性が立っていた。本日入社予定の赤井祐介と申します。電話で連絡したのですが、事情がありまして入社式に遅刻し、今から参加しようと思ったのですが。式はあと少しで終わる。こんなに大幅に遅刻して非常識だとは思わないのか？これから会場に入ると他の参加者に迷惑がかかるから帰りなさい。言い訳は許されない空気だ。俺は肩を落とし、大変申し訳ありませんでした。失礼します。深くお辞儀をし、来た道を引き返したのだった。翌日、重い気持ちで朝を迎えた。今日から研修が行われる。入社式に欠席したことを何て言われるだろう。誠心誠意を持って謝罪するしかない。駅の改札を通るとき、白鳥さんのことを思い出した。大丈夫だっただろうか。無事だといいが。出社し、研修が行われる大会議室へと出向く。もう絶対に遅刻はできないと気合を入れたせいか、一番乗りだ。落ち着かない気持ちで椅子に座っていると、他の新入社員たちが次々に入ってきた。赤井くん。昨日の入社式いなかったけど、どうしたの？内定式で顔を合わせていた彼らに話しかけられる。実は、事の経緯を説明すると、俺が妊婦を助けたことに感心しつつも、入社式を欠席してしまったことはまずかったと、皆が口を揃えて心配した。俺もどうなるのだろうかと不安が大きくなる。新入社員が全員揃い、始業時間となる。扉が開き、中年の男性が入ってきた。思わず、あっと声を上げそうになる。昨日、入社式の会場で俺を追い返した社員だ。総務課の課長を務める石川です。研修を始める前に必要書類を渡しますので、一人ずつ取りに来てください。立ち上がり、緊張した面持ちで列に並ぶ。石川課長の前に立つと、深く頭を下げた。昨日、入社式に遅刻して欠席となった赤井祐介です。新入社員としての自覚が足りず、大変申し訳ありませんでした。以後このようなことがないよう気をつけます。石川課長が大きくため息をつく。どうやら悪いことをしたという自覚はあるようで安心したが、入社式から遅刻するとは社会人としての意識が欠如している。いつまでも学生気分でいられたら困るんだよ。説教の最中に会議室の内線電話が鳴る。課長は話を中断し、電話を取った。こちら大会議室、石川ですが。はい。石川課長の顔色がみるみる変わり、電話の横にあったメモ帳に走り書きをしている。何か緊急事態が起こったのだろうか。電話を終えると、なぜか石川課長が俺を振り返った。上の命令だ。今すぐここへ行け。俺に向かってメモを差し出している。わけがわからずポカンとしていると、ほら、急げ。課長にせかされ、
慌ててメモを受け取る。そこには住所が書かれていた。タクシーを使っていいそうだ。レシートを忘れるなよ。はい。意味がわからないまま会議室を出てエレベーターに乗る。1階に降りると受付嬢に呼び止められた。タクシーを呼んでおきましたから。ありがとうございます。すぐに来たタクシーに乗り、メモに書かれた住所を告げる。一体ここはどこなんだろう。どうして俺は呼び出されているんだろう。もしかして社長がいる場所で直々に解雇を言い渡されるんだろうか。そんなことを考えているとタクシーが停車する。窓から覗くと見覚えのある景色。昨日訪れた病院だった。戸惑いながらタクシー料金を支払ってレシートを受け取る。病院のロビーに入ると一人の男性がこちらに歩み寄ってきた。赤井祐介さんですよね。はい。私、白鳥ひなのの夫です。昨日はご連絡いただきありがとうございました。白鳥さんの旦那さんが深々と頭を下げる。挨拶より何より俺は気になっていたことを恐る恐る尋ねた。白鳥さんはその後大丈夫でしたか？聞きながら心臓がバクバクと音を立てる。母の泣き叫ぶ声が頭の中で反響する。やっぱり聞くべきじゃなかったか。顔をこわばらせる俺とは対照的に旦那さんが笑みを浮かべて力強くうなずく。上位胎盤早期剥離を起こしていて危険な状態でしたが、無事に出産することができました。あとちょっと遅ければお腹の赤ちゃんは死んでいただろうと言われました。あの時赤井さんが妻を助けてくれたおかげです。本当にありがとうございました。聞いた途端全身から力が抜けて涙がこぼれてきた。よかった。本当によかったです。旦那さんが目を細めて何度もうなずく。どうか妻に会っていただけませんか？直接お礼が言いたいそうなので。出産直後なので躊躇したが、旦那さんにぜひにと強く勧められ、白鳥さんの病室を訪れることに。そこは個室でホテルの客室かと思うほど豪華だった。赤井さん、娘を救ってくださり本当にありがとうございました。俺が入った途端、白鳥さんに声をかけられる。彼女の隣には老齢の男性が座っていた。この顔に見覚えがある気が。男性が立ち上がり、頭を下げた。赤井くん、ひなのを助けてくれて本当にありがとう。君が入社式を優先せず、ひなのを助けてくれたおかげで、ひ孫は無事生まれることができた。そこではたと気がついた。彼は俺が入社した KND テクノロジーの社長だ。それじゃあ白鳥さんは社長のお孫さんってことなのか？そんな、とんでもないです。入社式を欠席してしまい大変申し訳ありませんでした。俺は慌てて再敬礼した。白鳥さんは意識が朦朧とする中、俺が入社式だということを聞いていたそうだ。出産後、夫と話をする中で、俺の名前が赤井祐介だと分かった。だがそれ以上の手がかりはなく、どうしたらお礼をできるのだろうかと途方に暮れた。翌朝、白鳥さんの祖父が病室を訪問。その際に、昨日の話をした。入社式に欠席した新入社員がいたんだが、後で彼が改札で倒れた妊婦の救急車に同行するためだったと報告があったんだ。白鳥さんと旦那さんは即座に顔を見合わせた。もしかしてその人、赤井祐介さんって名前じゃない？社長が秘書に名前を確認してもらったところ、赤井祐介だと分かった。そして今日は新入社員の研修のため大会議室にいるであろうことも。
社長はすぐに大会議室につなぐよう伝え、俺に今から言う住所に急いで来るよう石川課長に伝えた。普通なら病院名を告げるはずだが、気が動転していたのか、社長はなぜか住所を教えたようだ。そこで俺はどこに向かっているのかわからないままタクシーに乗り込むことになった。娘の顔を見てやってくれませんか？ NICU にいますので。白鳥さんに言われ、ぜひ見せてください。と微笑む。社長の案内で NICU に行き、ガラス越しに赤ちゃんを覗く。この子です。白鳥さんの旦那さんが指さした赤ちゃんはとても小さく、未熟児であることが一目で分かった。指を動かし、口をムニュムニュさせている。かわいいですね。心の声がこぼれる。無事に生まれてきてくれて、本当によかった。頑張ったんですね。白鳥さんの旦那さんと春日部社長が涙を浮かべてうなずいた。その後、俺は研修を受けるため会社へと戻った。事情を知らずに追い返してすまなかった。帰ると思いがけず石川課長から謝罪され、頭を上げてくださいと慌てることに。今回は特別なケースだが、入社式に遅刻などあるまじき行為だ。俺は仲間である新入社員たちにも迷惑をかけたことを謝った。今日、俺はある場所に母と来ていた。あなたからここに来たいって言われると思わなかったからびっくりしたわ。うん。そこは墓地。目の前には生まれてくることができなかった妹の墓がある。花と菓子を添え、線香をあげて手を合わせる。兄ちゃんになれなくてごめんな。俺が小学6年生の時、母から妊娠したと嬉しそうに報告された。はぁ？やめろよ。俺の第一声はそれだった。気持ち悪いし、恥ずかしいと思ったのだ。ちょうど性教育が始まり、みんな正確にではないものの、どうやって妊娠するのか分かっている。もし妹が生まれると知られたら、クラスメイトからからかわれるのは明らかだ。絶対、誰にも言うなよ。そんな言葉を投げつけ、立ち去った。その後、母は横になることが多くなった。今まではご飯を作ってくれてたのに、コンビニやスーパーの惣菜が増え、明日必要な体操服が洗ってなかったりして、イライラした。一番腹が立ったのは授業参観だ。妊娠してるのがバレたらまずいから、絶対に来ないでと言ってたのに、母はのんきに教室に顔を出して、俺に笑顔で手を振った。しかも他のお母さんたちと笑顔で談笑している。妊娠してることを話してるかもしれないと思うと気が気じゃなかった。そんなある日、部活を終えて帰宅すると家の中が静まり返っていた。また寝てんのかよ。こっちは腹すかせてんのに。イラつきながらキッチンに向かうと床に母がうずくまっていた。母さん？驚いて固まっていると母が俺に気づいて足首をつかむ。ゆうすけ、救急車、赤ちゃん、助け。母のスカートがみるみるうちに赤く染まっていく。母が死ぬんじゃないかと怖くて、俺はガクガク震えた。お願い、救急車、早く。必死な母の言葉にハッとし、受話器を手に取る。あの時、何を聞かれたか、何と答えたのか覚えていない。だが、10分もしないうちに救急隊員が到着して、ほっとしたのは覚えてる。母は救急車に搬送されて病院へと向かったが、お腹の命は助からなかった。病室の外にいても聞こえてきた母が狂ったように泣き叫ぶ声を俺は一生忘れないだろう。ものすごく後悔した。なんで俺は赤ちゃんが生まれることを喜んであげられなかったんだろう。母さんが辛い時に手伝ってあげなかったんだろう。俺が
赤ちゃんを殺したんだ。次に母さんが妊娠したらお祝いしよう。母さんに負担がかからないよう、掃除も食器洗いも、洗濯も料理も手伝おう。そう心に誓ったが、それ以後母は妊娠することなく、俺は一人っ子として育ったのだった。その後悔がずっと心に残っているから、俺は白鳥さんを見捨てることができなかったのだ。顔を上げると母が微笑んだ。花、お兄ちゃんが来てくれて喜んでるわよ。目の前の墓石を見つめる。花、俺、お前が誇れるような兄ちゃんになるから、空から見守っててくれ。